はい、ティムさんで買った色鉛筆なんですけど、72色あって、すごくね、かっこいいんですよ。なんかこういう布の袋に入ってて、でね、こういうなんか消しゴムとか、あとはこう短くなった時のこういうなんか、なんて言うんでしょうね、アダプターみたいなやつもついてるんですよね。それも袋から出てない。まあこれなんかちょっとあれですね、よくあるユニだっけ、あの消しゴムにちょっと柄が似てますね。で、これは何ですかね。これは何に使うんだろう、ちょっとわかんないんですけど、なんかそういうのとかいろいろついてて72色あるんですよ。で、ただね、こういうのって、まあいくらねこうやって入ってても実際に書いてみた感じが、どうかってことですよね。で、今赤を選んでみて、でも赤っぽい色がいっぱいあるんだよな。どれか赤なの？これかな？まあちょっとこれが赤っぽいんで、ちょっとこれを使ってみますね。えっ他にはあるかな。こっち側も赤っぽいな。でもちょっとオレンジがかってるから、これが赤だね、やっぱり。うん。これ赤ですね。じゃあ、これが赤として、ですね。で、ちょっと書いてみますね。あんまり色は硬い感じかな。で、単品でトンボのやつも買ってきたんですよ。トンボ鉛筆の。色塗りはやっぱりトンボとかの方がいいのかな。で、これがダイソーのやつですね。ダイソーの12色の赤。なるほど。うん。やっぱり赤試したら、やっぱりトンボの、やっぱりこの、今これこれはトンボですね。トンボのやつが、やっぱり色塗りいいですね。で、これはダイソーなんですけど、ダイソーとこの中華の、赤は割と似たような感じ。ちょっと色塗りがちょっと硬いわけではないんだけど、なんかウェット感ないような感じですね。ちょっとあんまり濃く塗れないかな。重ね塗りすれば濃くなるのかな。そういう点ではやっぱり、トンボに軍配が上がりましたね。で、今度緑色試してみましょうかね。これダイソーの緑っぽい色ですね。2本。で、72色もあるからどれがどれかってなんか似たような色が多すぎて、ちょっとグリーンで、これがですね、母の家にあった三菱の、色鉛筆なんですけど、緑、なんか歯抜けで残ってて、それでダイソーのやつを追加で買ったんですよ、これを。なんかね、だからこれちょっと劣化してるかもしれないって、いつ頃母が使ってたのか分かんなくて、
じゃあちょっと三菱のそうですね、金もちょっと傷んでる感じですね。三菱でちょっと試してみますね。あー、でもなんかちょっと草っぽい色ですね、三菱の。なるほどね。これ三菱ですね。で、ダイソーの、ちょっと薄い方の緑、黄緑っぽいやつですね。で、濃い色。なるほど。ダイソーの色、なんか、ちょっとでも、三菱の、この緑って、草っぽい色ですね。なんか自然な草で、ダイソーの緑は、なんか、青っぽいというか、信号っぽい色ですね。じゃあ、これが中華のやつなんですけど、でも他にもね、なんか緑っぽい色が、この中にはね、他にも緑っぽい色がいっぱいあるんですけど、ちょっとね、試してみますね。まず薄い方。これ三菱の色に近い感じの緑ですね。うん。で、濃い色。なるほど。なんか、この濃い方はちょっと色のりがいい感じですね。で、この薄い方の緑は、この三菱の色に近い感じですね。全体的になんか薄く出るような感じなのかな。ちょっと他の色試してみますね。えっと、この緑は、なるほどね。これが三菱。これとこれが三菱の間に近い感じですね。他の緑は、とにかくね、72色もあるから、これは青っぽい感じの緑。なんか色によってなんか色塗りが全然違いますね。これ黒かな。うん。なんか緑だけで何色もあって、薄い感じですね。なんかこれはなんか色を出すために薄くしたりしてるのかもしれないですね。結構、なるほどね。なんか色塗りとかそういうのは、いまいちな感じがあるんですけど、ただ色が多いからすごくなんかこう細かい色設定はできますね。あと赤も、さっきと違うやつとかがあるので、これかな。どれだったっけ。なんか、なんかさっきペンで赤試したんですけど、トンボのやつと、これトンボですね。
さっきの色の赤と違ってこっちの色はトンボに近い感じ。だからダイソーの赤だと、ああ、なんか、これ、赤の、赤もこう、種類がいっぱいあって、今選んだ赤はトンボに近いですね。ただ、トンボの方がやっぱり色塗りはいいんですけど、このダイソーの赤よりは、全然こっちの、この中華の方がいい感じですね。うん、だからまあ、高い色鉛筆、高い色鉛筆とかに比べたら、なんだっけ、ファーバーなんとか、とかに比べたら、うん、良くないかもしれないけど、普通に使う分には全然これで自分的には満足ですね。ただ、種類が多いからちょっと選ぶのが大変だなと思いましたね。うん。これ使えば結構いろんなもの書けるかなって感じしました。なんか、あの、なんかね、こう、高いの買えっていう人もいるんですけど、高いのは高いのでいいと思うんですけどね、色塗りの良さって言ったら、高いとか安いとかじゃなくて、もうね、クーピーとかの方がいいと思うんですよ。濃く色を出すんだったらね。クーピーペンシルとかの方が出ると思うんで、だから、あの、究極言っちゃえばね、クーピーペンシルなんですよね。だから、桜の、うん、まあ最近使ってないですけどね、今どうなってるかわかんないけど、昔はなんかクーピーペンシルってクレヨンっぽいようなイメージあったんで、だから色塗りとかそういうのとかをこだわるんだったらクーピーとかがいいんですけど、でも色鉛筆ってやっぱり薄いとこからこう、なんて言うんでしょうね、薄いとこからこう、重ねてこう色をこうね濃くしていったりするっていうのが極意だと思うんですよ、色鉛筆の。だからそういう意味ではね、この中華の色鉛筆72色はねおすすめですね。でこれで1900いくらだったかな、なんか1900円ぐらいだったんですよ、税込みで。なのでなんかいいかなと思ったんですよね。三菱のね、これ、お母さんのとこからね、持ってきたやつが、まあ、これ、ちょっとこの、絵柄が良かったんですけど、何の少女漫画ですかね、ちょっとわかんないけど、これはね、なんか、多分自分が使う赤とかそういう目立った色だけ取って、そのままほったらかしてたんだと思うんですけど、母は。まあこれなんかもしかしたら昭和ぐらいかもしれないですね、平成じゃなくて。この色のねなんか感じとかがね古い感じするんですよね。だからこれまあこれでねなんかちょっと書こうかなと思ったんですけど、やっぱ12色って少ないなと思ったんですよ。それで買おうかなと思ったんですよね。色鉛筆あったらいいなと思ったんですけど、まあなんか昔友達にファーバーカステルだっけ、あれのこう巻くタイプもっと少なかったこの半分ぐらいだったと思うんですけど、多分で巻くやつのタイプをプレゼントしたことあるんですよ。2000円ぐらいだったかな。神保町のなんだっけ、あそこ神保町の三省堂の裏のとこの道にある文房具屋さんで買ったんですけど、まあなんかクリスマスかなんかのプレゼント交換で渡したことあるんですけど、自分もちょっと欲しいなと思ったんですよね、巻いてるやつ人にあげといて、でまあもう随分昔ですけどまあそれをねなんかちょっとなんか思い出して、じゃあ巻くタイプがいいなと思って、巻くタイプで20何色ぐらいだったらいいなと思ったんだけど、72色ってあって、なおかつ柄もねなんかねこんないい柄なんか普通なんですよ。ファーバーカステルとかのやつってなんか茶っぽいっていうか草色っぽいっていうかね、カーキっぽい色とかね、なんかそういうのの布に巻くタイプで、
それでなんかまあ柄とかなかったと思うんですけど、こうやってなんか中華のやつって柄もあって、なんかこういう柄好きなんですよね。服とかで着るのは恥ずかしいけど、こういうの持ってる分にはね、小物とかではこういう柄とかの方が良くないですか？なんか普段こう見せないやつっていうかな、なんかそういうのってこういうやつの方が、鉛筆削りもついてた。至れり尽くせりですね。なんかこういうやつの方が良くないですか？で、72色だから本当にね、なんかあの自分としてはね、これ結構満足かなと思いました。それであのなんかね、とにかくね、色が多いから自分でこうなんていうのかな、色を選べるのがとにかくいいですね。なんか同じ赤でもね、だから緑だけでもこんなに違うし、赤もこう濃かったり薄かったりなんかいろいろあるんで、まあね、これをどう使うかはちょっと、このままこれですか書いていくのもいいし、まあね、ちょっと三菱のやつ使ってそれでなんか足りない色をこっちにするとかでもいいしね。なんか例えばですけど、本当メインで使う色鉛筆、例えば12色とか、トンボだったら26色とかですかね、缶のやつ。26色でもうちょっと色欲しいなと思った時にこれ買ってもいいんじゃないかなと思いますね。これをメインで使うのはちょっと抵抗あるっていう人も、もっと色をこうなんかね、いろんな色使いたいっていう人はこの中華のね、ティムで買った布製の布で巻くタイプのこの色鉛筆は結構おすすめです。でまたね、なんか書いたりなんかしたらなんかね、それで色鉛筆でこんなの書けたよみたいなやつはまた動画で開けたいと思います。動画っていうかブログかもしれないですね。まあ絵なんでね。あとね、またね、なんか孤立にね、水彩画のやつとかも買っちゃいました。今頼んだんですけど、水彩画セットみたいなやつ。それはすごくチャチいから、なんか、いまいちなんですけど、水彩画っていうか、水墨画ですね。水墨画セットみたいなやつを中国のやつ買いましたね。まだ、なんか日本だと書道セットみたいな感じになっちゃうけど、中国だとなんかちょっとね、いい味出してるんですよね。だからそれでちょっと買っちゃったんですけど。そんな感じでした。とにかくね、色鉛筆楽しみたいなと思って。まあ、Galaxy Tab S9FE で、ね、まあ、イラストアプリとかでね、まあ、ペンナップとかになるんですけど、そういうので、絵描くのもいいんですけど、まあ、筆とかも選べるからね、やっぱりなんかアナログもここに来ていいなと思ったんで、ちょっと僕なりに考えてちょっと色鉛筆、せっかくテムでね、だからアマゾンとかだとね見つかんないんですよね。ありきたりのなんて言うんだろう、まあすごく一流メーカーなんですけど、本当さっき友達にプレゼントしたファーバーカステルとかそういうのとかは買えるんですけど、まあ、文房具屋さんとか行けばね買えるんですけど、文房具屋っていうか世界堂とかね、あとそれこそそのね、神保町の三省堂の裏の道にあった文房具屋さんっていうか画材屋さんですかね、ああいうとこ行けば買えるんですけど、まあ千葉に住んでてね、なかなかそういうとこ行けないんでなんかね、なんかいろいろ揃えようと思うと100均とかになっちゃうでしょ。でアイソーとかが種類あってなっちゃうから、まあちょっとこういう通販で買うのもね、アマゾンで買うのもいいんだけど、テムとかで買ってちょっとアマゾンで売ってないようなやつを買うのもなかなか面白いんじゃないかなと思います。ではまたね。はい、で今回多分これが一番高かったのかな、2000円ぐらいしたやつですね。めっちゃいい。いやこれは
いや、いいっすね。さあ何でしょうか、わかりますかね。ちょっと欲しかったんですよね。色鉛筆ですね。多分これ日本じゃこういうの72色だったかな。いや、こんな72色も入ってるやつを2000円以内で買うのは多分日本じゃ難しい。売ってないと思いますね。多分これの半分ぐらいで多分2000円ぐらいじゃないかなと思うんですけど、すごいですね。なんか柄入れ物もいいし、消しゴムとかもついてるですね。あとこれ短くなっても使えるやつとかもついてますね。あ、いいですね。なんか、いやちょっとこれでちょっとなんかスケッチとか絵とか描いてみたいな。なんかちょっとアナログもいいかなと思ったんですよね。これじゃあまたこれはこれで別動画で出しますね。はい。